この日、私は思い出した。嘘だ。食べ過ぎると脂肪になるということ。皆さんにご報告をします。太りました。でもどうしてもラーメンを食べに行きたい。体重が増えてもなお定期的に来るこのラーメン欲を抑えられないこの女。体重の増加とラーメン欲の葛藤の末、どうなってしまうのか。私、いいこと思いついちゃったんですよね。これを見てください。なんとね、いろんなラーメンのサイトを見てたところ、この糖質 50% オフ麺というのを見つけたんです。それなら大丈夫ってことで向かっております。なんかセミも鳴いてて、9月ってこんなに暑かったっけ。そんなセミの音色を聞きながら、今日はダイエットラーメンというものを食べに行きたいと思います。今日来たのはこの堂々とした看板が目を引く丸源ラーメンです。通りかかったことはあるけど、初めての丸源ラーメン。席について見つけたのはお水じゃなくてお茶。実は私がラーメン屋さんで緊張しちゃうのって、食べる前に半券買うお店は自分の後に列ができると早く決めなきゃとか、お酒は一気に頼んどいた方がいいかななんて心配になるけど、席でこんな風にタッチパネルで注文できるのはめちゃくちゃありがたいってことで、好き放題頼んでく。丸源ラーメンの唐揚げも美味しいと噂。席もそれぞれ分かれてて、一人に優しいお店でありがたい。とりあえず生ビール来た来た。グラスまで冷やしてくれてるのポイント高いってことで乾杯。暑い日のビール、もうこれだけで日々頑張ってよかったっていう気になりますよね。ビールがめっちゃ進む。そして見てください、おつまみ第1弾。暑いだけでビールがめっちゃ進むのに、こんなものが来てしまったらさらに進んでしまうに違いない。いい色に揚げられた唐揚げはよく見ると黒っぽいつぶつぶが。ではいただきます。ではここでまず安定のベジファースト、そして大きめな唐揚げちゃんからいっちゃう。この唐揚げがね、本当に美味しすぎてびっくり。あ、今の油の滴るところと音聞きました？周りサクサク、中ジューシーで油が滴り、さらにびっくりするのが味。なんかね、スパイシーな感じが若干して、それが美味しいの。これ注文するとき、美味しい唐揚げって名前だったけど、これは美味しい唐揚げを名乗ってもいい。はい、なんか偉そうに唐揚げを評価しだしましたね。これ今ね、周りに誰もいないことをいいことに、ここぞとばかりに独り言をしまくっていますが、皆さんついてきてますか？とりあえずダイエット動画だと思ってこの動画を開いた人は、チャンネル登録だけして目を閉じて音を消すことをお勧めしますね。さあ、朝の記憶を失った女、ここで禁断の沼に唐揚げを突っ込む。マヨにつけるとそれはもう美味しいに決まってます。スパイシーな唐揚げなので、マヨのマイルドさが絶妙にマッチ。まあスパイシーな唐揚げじゃなくてもマヨはどんな唐揚げにも合うんですけどね。唐揚げ1個でビールも完飲。さて、そろそろ次のメニューを頼もうかなと、その前に準備していたものが届きました。ハイボール兄弟ですね。そしてここで名物である鉄板焼きチャーハンのセット。はい、もうお気づきだと思いますが、この人完全に楽しくなってダイエットのことは頭にないようです。でも糖質オフのラーメンはさすがに。さあ、糖質オフ麺は頼んだのかはさておき、マヨネーズとケチャップでオーロラソースを作り始めましたね。これも言わずもがな美味しかったです。唐揚げを楽しんでると、さあ、鉄板焼きチャーハンやってきました。あ、今から耳にとてもいいと言われるビューティフルサウンドタイムです。
鉄板ってだけでワクワクするんだけど、店員さんがこの卵をその場で回しかけてくれたの。さあ食欲そそるこちらいただいてみましょう。実は今この時近くに人が座り出して一人で話すのはちょっとできないタイプなんですが、とこっそり伝えたくなるほど美味しかった。さあここで気合が入ってまいりました。恒例の髪を結ぶ儀式です。やっぱり鉄板ってだけあって熱々だし、チャーハンの上の刻みチャーシューがまたいい味出してる。チャーハンはパラパラとねっとりの間のしっとり系チャーハン。卵の食感も合わさって美味しい。私が炭水化物大好き人間なのはもしかしたら分かってもらえてるかもしれないんですが、こういう鉄板チャーハンに弱いんですよね。食って見た目も美味しいと感じる要素の一つですよね。とここで何やら考え出したんですが、なんとチャーハンを楽しんでたら味玉肉そばが来てしまったのだ。さあこんな美味しそうなラーメンを目の前に、まだチャーハンは食べ途中ってことで一旦ラーメンに浮気。まずはスープから。黄金に輝くスープ、甘みのあるスープ。このスープは3種類の醤油に豚骨や鶏ガラ、鰹節などが入っているということで、肉の旨味の中にどこか深みを感じられる味。麺は細麺なのでよくスープと絡んでスルスルと入ってくる。丸源ラーメンに来る前に甘いラーメンって聞いてたからどうなんだろうって思ってたけど、これはありだわ。と糖質オフ麺のことなんてもうすっかり忘れてラーメンを楽しんでいってます。そしてここで丸源ラーメンの看板メニューである肉そばの肉を食べていく。これがまたジューシー。ラーメンって普通チャーシューのイメージが強いと思ってたんですが、お肉もいい。ジューシーなお肉がスープに絡まって、豚の旨味とスープの旨味が一度に楽しめるってことで、一通り楽しんだ後はラーメンに乗っていた柚子おろしを溶かしていく。これもみじおろしだと思ってたんですけど、柚子おろしらしいんですよね。これがまたちょっとした変化があって美味しい。柚子風味とかちょっとさっぱり感が出ていいですよね。さあちょっとした味変を楽しんだところで、丸源ラーメンには食べ方の極意があるらしい。泥だれラー油、揚げニンニクなんて美味しすぎるに決まってるでしょ。ってことで泥だれラー油から。辛いの好きだからたっぷり入れちゃうって言ってもすごい得意なわけではないんですけどね。さあ真っ赤に染まったスープいただきます。その前に喉を潤して、お酒も入ったところでラーメンを楽しんでいく。これがね、もう感謝です。本当に考えてくれた人ありがとう。この辛みがたまらん。ピリ辛の味はますます食を増進させてくれる魔法のタレってことは、つまりお酒も進んじゃう。そしてこの辺りで味玉も。これはもう噛みしめる美味しさ。そしてさらに辛みも味わったのにもかかわらず、さらに上の美味しさがあるという、それはこの揚げニンニク。これは絶対美味しいに決まってるやつ。そして一口すれば、これがもう悪魔的な美味しさで肉そばの虜になってしまった。もう考えた人天才すぎてびっくりするよ。なんで今まで来なかったんだろうなんて考えちゃいましたね。とにかくニンニクの香りがラーメンに合うのはわかると思うんですが、揚げニンニクなのでニンニク臭さが程よくて、さらに揚げなので食感がいい。入れてすぐ食べるとカリッとしたニンニクが楽しめるし、時間が経つと柔らかくなるからお好みで楽しめる感じもいい。そしてお楽しみのひたひたになった海苔でスープの味と海苔の味を楽しんで、
ハイボールも完飲。お酒がなくなったので速攻頼みましたね。さあ最後に卵も楽しんだところで、今更って感じですが餃子ちゃんです。本来ならラーメン食べながら餃子行きたいんだけど、今日はラーメンに夢中になりすぎてた。餃子には少し悪いという気持ちを感じながらも、醤油と酢、そしてさっきの泥だれラー油でいただく。これがね、なんか美味しくてハマっちゃったんですよね。泥だれラー油持ち歩きたいな。なんなら揚げニンニクも持ち歩きたい。ピリ辛の餃子も美味しかった。と思ったら幸せになって踊り出しましたね。でね、さっきのチャーハン少し置いておいたらおこげができてた。おこげ大好きなのでこれを置いといてよかった。熱々がもちろん美味しいんですけど、おこげができるっていうのも鉄板の良さですよね。でね、そろそろごちそうさまかななんて考えてたら、店員さんが突然話しかけてきてくれて、これを置いていってくれました。野菜なしょう？なんで今持ってきてくれたんだろうなんて考えながら、とりあえず取り皿にとって、これはとってもさっぱりでしたね。食後に野菜ないいですよって意味だったのかな。とりあえず餃子にも乗せておく。これはこれでさっぱり辛みがあって美味しかった。野菜菜ってラーメンに入れても絶対美味しいよね。今度やってみようっと。さあ今日も満腹食べて、お会計は3212円でした。お会計までタッチパネルで、本当に人と関わらずにお会計できるのはすごいな。なんかすごい店員さんが優しくていいなって思いましたさーて、来週のゆうさんは、子供の頃行ってたナンバーワン寿司屋、寿司屋でドンペリ、私のくじ運の話の3本です。お楽しみに。